こんにちは、くまこです。私は今、羽田空港にいます。今日は熊尾と日帰りでハウステンボスに行ってきます。お目当ては新しくオープンしたミッフィーエリア。とても楽しみにしていたのですが、一つ心配事が。ただいまの時刻は朝6時。自宅ではうさが一人でお留守番になりますので、今日中に帰ってこなければなりません。果たしてどうなるでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。出発時刻は7時20分。空港に早く着いてしまったので、しばらくJAL のラウンジで過ごしたいと思います。せっかくなので、ブッフェ台を見てみましょう。さてさて、出発時刻が近づいてきましたので、搭乗ゲートへ移動したいと思います。ということで、長崎空港に到着しました。ただいまの時刻は9時15分。ここからハウステンボスまではバスで向かえます。
ついに到着しました。ハウステンボス。ただいまの時刻は10時20分。帰りのフライトは20時25分。果たしてどのくらい遊べるでしょうか。早速行ってみましょう。まずはこちらでチケットを購入します。料金はワンデーパスポート大人1人7600円です。それではいよいよウェルカムゲートからいざ入国。入国するとすぐにミッフィーとメラニーがお出迎え。そしてこの景色。ここは撮影スポットになっていて、たくさんのお客様が記念撮影していました。クマ子たちもサクッと記念撮影を済ませて先を急ぎます。前方に見えてきたのはテディベアキングダム。こちらの1階を通り抜けていくのですが、そこには世界最大級のジャイアントベアが。座高 3.6 メートル、全長 5.3 メートル。その重量はなんと500キロ。どうやってここに運んだのでしょうか。さてさて、この広大なハウステンボス、お目当てのミッフィーエリアはどこにあるのでしょうか。クマ子もクマオもハウステンボスは初めてなので、こちらのカナルクルーザーに乗って運河からミッフィーエリアを探したいと思います。ということで乗船しました。出港時間ギリギリで慌てて飛び乗ったので、クルーザーの外観が撮れませんでした。ごめんなさい。お伝えをしました。本日はカナルクルーザーご来店誠にありがとうございます。本線は中心街タワーシーに向け出港いたしました。短い時間がございますが、文化線からのハウステンボスの景色をお楽しみください。左手前方に見えてきましたのがホテル大倉 JR ハウステンボスです。地上12階、高さ66メートル、オランダにありますアムステルダム中央駅を中心に再建したホテルとなります。右手に見えますのが田園風景と風車が楽しめるフラーロードです。その他にもミッフィーのフォトスポットもあります。お時間ありましたら風車とお花畑をバックに記念撮影等いかがでしょうか。右手の大きな建物が小人になった気分で不思議な森を冒険できます。キッズ向けそれ型アスレチック施設キッズワールドファンタジーフォレストです。右手前方エリアがアトラクションタウンです。こちらには逆バンジーや激流ラフティングを VR で体験できます VR ワールド。17世紀オランダを舞台に800度の水を使用して大洪水を再現したホライゾンアドベンチャー。超深海で救助ミッションに挑む新感覚スリルライドアトラクション、ミッションデックシーなど室内型アトラクションが充実しております。右手に見えます高い塔がタワーシティドムトールンです。オランダ・ユトリストにありますドム教会をモデルとした塔でございます。
展望台からは大村湾ファーストこそ一望をすることができます。1階にはヨーロッパ長崎グルメが堪能できます。レストラン街があります。お客様へご案内いたします。本日はカナルクルーザーご利用いただき誠にありがとうございました。まもなく終点タワーシティ桟橋到着いただき乗船されるようにお願いいたします。ウェルカムエリアからタワーシティまで12分のクルーズ。あっという間でした。今回乗船したカナルクルーザーですが、熊子たちの他に海外からのお客様がたくさん乗船していて、異国情緒あふれるクルージングでした。ところで、なんとなく歩いていたらミッフィーエリアらしき街並みが。ミッフィーエリアで間違いなさそうですね。だってこんな可愛いキッチンカー見たことあります？それではしばらく散策しようと思います。こちらはアンクルパイロットのフライトアドベンチャー。実はこの日は天気が不安定で、長崎も明け方まで大荒れだったようです。その影響で屋外のアトラクションはほぼ休止中でしたが、動きそうですね。ミッフィー型アーチから続く小道を進んでいくと、ミッフィー&フレンズのヨットセーリングが見えてきました。こちらもまだ休止中です。ミッフィー&フレンズのヨットセーリングの向かいにはブランコに乗ったミッフィーがいました。ミッフィーと一緒に写真が撮れるフォトスポットですね。ミッフィーエリアを散歩していると、ミッフィー&フレンズのヨットセーリングも動き始めました。ところで、右手の建物はすべて空き家でしょうか。空き家なら一軒ぐらい熊子に貸してくれませんかね。ここに住みたいです。何やらお店を発見。こちらはエブリデイセレブレーションキッチンというレストランです。メニューはこんな感じ。今日はここでランチすることにしました。店内は結構にぎわっています。それもそのはず。こんなに可愛いレストランなんですよ。最初にレジカウンターで注文してから席に着くのですが、オーダーしてから料理ができるまでひたすら撮影タイムです。もはや食事に来たのか撮影に来たのかわからなくなっています。
熊尾が注文したのはこちら。ミッフィー、夢の中のオムライス。熊子は、ミッフィーのセレブレーションハンバーグ。それと、お菓子の国のミッフィーパフェ。盛り付けだけでなく、量も味も大満足なランチでした。ミッフィーエリアには、レストランの他に、ホットコーンワゴンやカフェがありました。さすがにお腹いっぱいなので、これ以上は食べられません。またいつか来たいと思います。さてさて、お腹いっぱいの熊子と熊尾が、かわいいミッフィーの看板に誘われてやってきたのは、ミッフィーのドリームストーリーブック。こちらはミッフィーたちと一緒にかわいい絵本やイラストの世界を冒険する体験型ウォークスルーアトラクション。ミッフィーが夢に見た絵本のさまざまなシーンをまるでページをめくるかのように体験できます。そして最後には、この体験を絵本にすることができるんです。その場で申し込みをして、出来上がるのは約2週間後。ということで、先日、やっと届きました。なかなか本格的な仕上がりにびっくりです。世界に一つだけの絵本。とてもいい思い出になりました。次にやってきたのはバニーホップギフト。ミッフィーグッズのお店なのですが、ちょっと店内を見てください。可愛すぎませんか？それでは、どんなグッズがあるのか見てみましょう。
そしてこちらもミッフィーグッズのお店、バイミッフィーブティック。こちらはファッションアイテムがメインのお店です。いかがでしたか？可愛いものばかりでお土産選びに悩みますよね。それにしてもミッフィー&フレンズのヨットセーリングってスピード感半端ないですね。さてさて、今回もう一つお目当てがありまして、そちらに移動しようと思うのですが、行く先々でミッフィーに出会ってしまうので、つい立ち止まってしまい、先に進めません。そしてもう一つのお目当てはこちら、エアークルーズ・ザ・ライド。乗る前はディズニーシーのソアリンと何が違うのと思っていましたが、乗った後の感想としては想像以上にすごかったです。うまく表現できないのですが、一言で言うならば、ソアリンとピーターパンのネバーランドアドベンチャーを同時に体験した感じ。機会がありましたらぜひ乗ってみてください。続いてやってきたのはチョコラ伯爵の館。カカオで財を成したチョコラ伯爵の別荘がテーマになっているようです。チョコラ伯爵のコレクションが展示されていたり、SNS 映えするようなフォトスポットがあります。2階のカフェではチョコレートのテイスティングや、蛇口をひねるとチョコレートドリンクが出てくる蛇口のチョコドリンクを体験することができます。こちらはアンブレラストリート。約130メートルにわたりカラフルな傘が頭上を彩ります。雨は降っていないのについ傘の下を歩きたくなります。そして熊子たちが最後にやってきたのは、入国してすぐに1階を通り抜けたテディベアキングダム。熊つながりということで最後に立ち寄ってみました。と、ここで見覚えのある熊が。
なんと、プーさんを発見。偶然、知り合いに会ったみたいで、嬉しいです。他にも世界中のテディベアがたくさん展示されているのですが、夜、一人では来れないかもしれません。ただいまの時刻は夕方の4時40分。4時55分発のバスに乗って長崎空港へ戻るので、そろそろ出国しなければなりません。出国はこちらのショップからになります。また必ず遊びに来ます。ハウステンボスを出国してバスに揺られること1時間。まもなく長崎空港に到着です。ハウステンボスの滞在時間は6時間ぐらいでしたが、思っていた以上に堪能することができました。欲を言えば夜のイルミネーションも見たかったです。いつか泊まりでまた遊びに行きたいと思います。ということで、長崎空港に戻ってきました。ただいまの時刻は6時15分。まだ時間があるので、長崎空港2階にある麺どころ椿ボタンで夕食です。熊子は皿うどん細麺バリバリを、熊尾は皿うどんの太麺柔らかを注文しました。意外とあっさりしていてペロリと食べられました。とても美味しかったです。ただいまの時刻は9時20分。羽田空港付近が悪天候のようで、およそ1時間遅れの出発となってしまいました。ウサは大丈夫でしょうか。心配でなりません。ただいまの時刻は11時20分。羽田空港に無事に到着しました。急いで自宅に帰ります。そして心配していたウサは元気に熊子たちの帰宅を待っていました。遅くなってごめんね。ということで今回は日帰りで行くハウステンボスを紹介させていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。ハウステンボスにはまだまだたくさんの魅力があります。時間に余裕のある方はぜひ宿泊してゆっくり満喫されることをお勧めします。日帰りはかなり疲れますので。それではまた次回お会いしましょう。